はい、皆さんこんにちは。今日はですね、デッサン初心者の方が、最初にぶつかると思われる最初の壁ですね。最初の壁。はい、これについてお話ししていこうと思います。最初の壁って聞いても一体何のことかよくわからないと思うんですが、アトリエ教室でですね、生徒さんに、立方体とか円柱とか幾何形体をまずはちょっとこう書いてもらったりするんですけれども、その際に皆さんちょっと上でしたね、こんな感じで形をね取り始めるんですよね。でこの形を取り始めて、で光の向きを決めて、で影ができてると。例えばこんな感じで、どうしよう、もうちょっと上からにしましょうか。右上から光が当たっていると、上の面が一番明るくて、右側面が少し暗くで、左側面が一番暗くで、もっとよく見ると床に映る影の方がより暗く見えてたりして、こんな感じの、立方体を描く時なんかはですね、こんな風に見えてるかなと思うんですけれども、このね書き始めの段階で、皆さんこう輪郭線というか境界線ですね、この形取りをこう線でしていって、それからこう影をつけていくっていう大まかな流れになると思うんですけれども、この、輪郭線とか境界線って言われる形を決めているこの線ですね、これについてのお話になります。今この、輪郭線輪郭線とか、境目ですね、境目境界線って言いましたけれども、この、線っていうのは、見る、私たちっていうか、作者が、ここが形の境目だろうっていうふうに頭の中で作り上げた、線だと思うんですね。どういうことを言ってるかと言いますと、実際はそこに線はなくて、線のように認識されるっていうことだと、思うんですね。ちょっと例を出します。例えば、はい、これはちょっと前にですね、立方体を描いたデッサンなんですけれども、例えばですね、ここを見比べてみてください。明るい面と暗い面の境目に線は引いてはいないんですね。暗いグレーと明るいグレーがこうせめぎ合って、ぶつかってるところが線のような感じに見える。そんな風に、線をビシッと引くんではなくて、際を、物と物との境目を描いています。はい、いくつかこれまでに描いたデッサンがあるんでお見せしながらお話していきます。例えばこれも、ここはこちらが少し明るくて少しこちらが暗い、結構暗くて少し明るいグレーになっている。それぞれのこの際ですね、物と物との境目というのが、強いこう輪郭線がない状態で、この、基礎デッサンというかね、鉛筆デッサンなんですけれども、それぞれのこの関係ですね、床とこれは円柱との関係、床と円柱右側面との関係、紙の白い紙と円柱の上の面との関係を輪郭線が目立たないようにというか、実は輪郭線という線はなくてですね、際がどちらがどれくらい明るいか暗いかで線のような感じに見えている。そんな風にこの
基礎デッサン、鉛筆デッサンではものとものとの境目というのを線を使わずに描こうとしている、そういうそういう感じなんですね。はい、これまでに書いたのいろいろあるんで、せっかくなんで出してきましたけれども、ここでもリンゴのこのぐるっと一周こう縁取ったような線っていうのは見ての通りそんなに見えていないというか目立っていないですよね。ぐるっと一周回っているような線はないっていうかね、そんな風にですね、はい、これはレモンですけれども、どちらがどれくらい明るいか暗いかというので際を作っていく。でこういったことって、これまでデッサンを描いたことない、絵を習ったことない方っていうのはあまりやってこなかった、そういった勉強だと思うんですね。なのでどうしても形取りをする時に強く線を引きすぎてしまって、でその際の強い線が邪魔をしてですね、その後陰影をつけながら立体表現をしていく上で、その輪郭線が後々まで結構ね邪魔をしているっていうことがよくあります。でたまたまですけれども、紙に対して黒っぽいものというか色の濃いものを描く時というのは比較的皆さん描きやすいんですよ。これは結構濃い緑色のかぼちゃなんですが、結構強くゴリゴリと描いた方がかぼちゃらしさが出るので、明るいところでさえも結構グレーの濃い色というかね、そんな色のモチーフだったわけです。なので描く時に、際まで結構強い色を入れても輪郭線に見えにくいので、こういった色の濃いものを描く時には皆さんね結構うまくいくことが多いです。輪郭線について悩まずに済むっていうかですね、リンゴも結構似たようなもんです。色の濃い赤の濃い色の部分が紙と接するなんていう場合には結構鉛筆の調子をつけることができるので比較的悩まずに済むんですが、最初の方に見せた例えば白い、立方体とかですね、円柱とか球とか、こういったものですねを描くときには結構皆さん困ると思うんですよね。でここの、例に出したね球のお話をちょっとしますけど、この例で言いますと球のここが一番明るく見えているので、ここが一番明るく見えるようにするためにあえてバックを少し調子をつけてトーンを落としてるんですね。で明るさを表現するためにその明るさを明るく見せてる理由っていうのは何度も言いますけど、周りが暗いせいで明るく感じられる。なのでバックにも少し調子をつけています。でこの時にですね、バックを紙のまま真っ白いまま残して白いものを表現しようとした時にここの際をどうするのかって皆さん困るんですよね。でここでみんな困ってほしいと僕は思っているんですけれども、で困った挙句にどうするかっていうのをそれぞれの作者が答えを導き出していってほしいと思うんですね。はい、徐々に最近のデッサンになってきましたけれども、こんな風にですね紙の白さに対して色の濃いものを描くときには比較的困りにくいです。明るいグレーでも何でも真っ白いバック紙に対して色が濃ければ描いていくことができます。描いていけるので際まで丁寧に追っかけていけば強い線を引かなくても形とバックとの境目を境界を区別することができるんですね。なんですがこれがもしね真っ白いものもしくはピカッとこう光っているもの、これは金属のボールですけれども、でもこれはでも比較的あれですね、際に暗い影があるせいで、ハイライトがちょっと内側に大体内側に入っている感じなので、そんなに困ってないですけれども、主に白いものですね、白いマグカップとか立方体とか球体みたいなものを描くときに皆さん困ると思います。で困った時にどうやって処理するかっていうのをそれぞれの作者が考えて、私の答えはこうだっていうのを出していってほしいんですけれども、はい、今日はですねちょっとした問題提起というか、デッサン初心者の人が最初にぶち当たるであろうこの壁ですね、ものとものとの境目、輪郭線を引いて絵を描き始めるんですけれども、最終的にはそんな線はどこにもないというお話でした。で、一番難易度が高いのは
真っ白いものと真っ白いこのバッグの紙ですね、それが接している場合、境界が紙と真っ白い紙と接している場合に、さてどうしましょうという問題提起でした。今日はこの辺で終わりにしようと思います。それではまた。